今日はですね、これから肉まんを作っていきたいと思います。Open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love. で、ニコタンちょっと今日学校なんだけれども、ちょっと私がね用事を頼まれて、で野外保育時代のねお友達の子供たちに会う予定があるのでね、その時のお土産として肉まんを作りたいと思います。肉まんってね、意外と生地を発酵するのに時間がかかるので、もうね取り掛からないとちょっと間に合わないかなっていう感じなんですよね。なのでね、今日はもうちゃちゃっと肉まんを作っていきたいと思います。で、次にですね、ベーキングパウダーを小さじ2入れます。ベーキングパウダーを小さじ2です。リンゴのね、すりおろしでもいいんですけれども、今日はジャムがあるのでリンゴジャムを 40g くらい入れます。30でもいいかな、ちょっと甘いからね、まあいいや、ちょっと甘くしちゃいます。ちなみにね、このジャムめっちゃめちゃ美味しいですよ。これリンゴとね、蜂蜜と塩とレモン汁だけなんですよ。めっちゃ美味しいです。ですね、そして油を大さじ1入れます。水 100cc と豆乳 50cc を少しだけ温めます。ほんと一肌くらい。じゃあこれでね入れます。うちはこれパン生地コースの18番でスタートしたいと思います。はい、じゃあね、今日は今からね、もう適当な材料で作っていきたいと思いますが、まずはお肉をボウルに入れます。今日はね、足りないと思ったので、いつも買ってるひき肉プラスちょっとスーパーでひき肉を買ってきました。何しろね、食べ盛りのね子供が少年が2人いるんですよ。で、その少年はめちゃめちゃもともと食べるんだけど、前にねこの小籠包豚まんを持ってった時に、なんとね1人がねこんな大きいやつを4つも食べてくれて、そしてねなんかもっと食べさせてあげたかったんだけど、なんか好きなだけ食べていいよって言ってあげたかったんだけど、お母さんがもうやめなさいっていう感じでなんかね、ほんとたくさん持ってたんだけど足りないくらいすっごいたくさん食べてくれたんですよ。ちなみにひき肉に醤油、適当です。味付けは醤油、お酒、ごま油、オイスターソース、あとね生姜をすりおろして入れます。で、ほんとね私が作る小籠包豚まんはめちゃめちゃ本当に美味しいんですけど、それでもねやっぱりなんていうの、当時1年生の男の子なんですよ。当時1年生の男の子が4つも食べてくれるなんて、本当なんか私にしてみりゃすっごい嬉しくて、いや、なんか本当に20個でも30個でも作っていけばよかったなって思うくらいね、それくらい気に入ってくれたんですよ。だから今日はその子に会うから小籠包豚まんなんだけど、このホタテ缶がもう一つしかないので、あんまりねいつもの小籠包豚まんっぽい感じじゃないかもしれないです。ちょっと生姜入れます。で、それで味をなじませていきます。あ、そうだ、塩コショウも入れておきます。こんな感じでね、味を飲み込んでおきます。
はい、じゃあこんな感じで味を染み込ませておきます。はい、そしたら次に玉ねぎをします。で本当の小籠包の時はうちは玉ねぎじゃなくてネギを使うんですけど、今日は豚まんなので玉ねぎを使います。その方がなんかね、豚まんっていう感じがするんですよね。Back home ain't the same. Your pop's drinking all the time. You just wanna get away. Come hop up in my ride. Two goofies on the run. Couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs. Got my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Before we do this. 玉ねぎちょっと小さめのやつを3玉入れました。一粒だね。たけのこの水煮を今日は入れます。She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like yes ma'am. Well you got me feeling for your body, you might turn me to a yes. じゃあたけのこ入れました。でそしてここにこのホタテの、貝柱水煮缶を入れます。本当はこの量だったらあと2缶くらい入れたいところなんですけど、今日はないのでこれでよしにします。なんとなく量的に足りないかなと思うので味少し足しておきます。ちなみにね、これ私今年誕生日に友達にもらったんですよ。この醤油、島根県の有限会社井上醤油店っていうところのね濃い口醤油なんですけど、これめっちゃ美味しかったです。朝これで鮭茶漬けの出汁を作ってるんですよ。なんか今まではなんかだし汁にちょっと醤油入れてちょっと塩足したりしてたんですけど、これだけですごい美味しくなるので、今ねだし汁に醤油回しかけてネギ入れるだけで鮭茶漬けの出汁ができちゃいます。これめっちゃなんか自分でまた買い足そうかなと思うくらい美味しかったです。ということでこれ混ぜます。はい、じゃあこれで肉ダネはとりあえず今日はこれで完成にします。はい、ということでね、今日はもう今ね、さっき始めたのが9時くらいなんだけど、今の時点で、9時半です。といってもね、ここからまたね発酵しなきゃいけないので、意外とねもうなんだかんだでギリギリの時間になるんだと思います。でそして今からね、私は家の掃除とかいろいろして、出かける準備をしたいと思います。はい、じゃあねまだ30分残ってるんですけれども、これで発酵させるよりも蒸し器で発酵させた方が早いので取り出して蒸し器に移します。蒸し器はこんな感じでセットしてあります。もうちょっと発酵させたいところなんですけれども、ちょっと時間がないので今日はここから、作っていきます。この天板の上にザザザザザーっと敷いて、まあまあですね。よいしょ。間に合うかな。本当間に合わなかったら本当たっちゃんはおにぎりを食べることになるので、それがかわいそう。じゃあこれで急いで包んでいきます。これを8等分に日によっても違うかもしれないんですけれども、緩めにできたり少し気持ち固めにできたりするんですけども、気にせず粉をねつけて、結構粉を手にしっかりまぶしていけばちゃんと丸まるので大丈夫です。ここにね蒸し器をセットしておきます。こう広げておいてから、外側しっかり潰すような感じで、ちょっと大きいかな。はい、じゃあちょっと今日大きいけどしっかり肉を包んでいきます。じゃーん、こんな感じ。どうでしょうか。じゃあ肉ダネをしっかり包んで、1個でもね
大満足な感じで包んでいきたいと思います。でもこれでも多分どうだろうな、2個くらいはもしかしたら食べるかもしれないけど、はい、ちょっと包みが粗いですけど、とりあえず1個は完成で、そして次々包んでいきます。こうしてね、十字に広げておいて、でそして中の空気、まだ発酵中のね空気が入ってたらそれ潰すような感じで、そして外側をこう潰すような感じで、生地を丸く広げて肉種をたっぷり入れて、こんな感じ、こんだけ入れても包めます。普通にちょい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 って感じで、最後のここをちょっと切るような感じです。でここ最後形を整えて、ほら簡単でしょ。皆さんもやってみてください。じゃん。ちょっと今日時間がないので、この中で一緒に二次発酵していきます。まだね、さっきのぬくもりがまだ残ってるので、ここの中で大急ぎで二次発酵させて、でそこからちょっとあんまりしない方がいいかもしれないけど、本当はね沸騰した状態からの蒸しがいいのかもしれないんですけれども、そこからね一気に火力を上げて蒸し上げていきたいと思います。ちょっとひっついちゃうかな、大きいから。はい、でも時間がないのでしょうがない。でも美味しくなるのでこれでいきます。ちょっとここで10分弱二次発酵です。でその間にまたここで残りの4つを包んでいきます。はい、でそしてね、こっちの4つの方は間に合いそうにないので、ふわっとラップをかけて冷凍保存します。ふわっとね、優しく。でこれでしばらく置いてから冷凍保存します。でね、こういう粉をね片付ける時なんですけれども、すっごい注意しなきゃいけないのが、スポンジでこすってもダメだし、タオルでこすってもダメなんですよ。なんでかっていうと、それがもうタオルの目地とかスポンジの目地にもう入り込んじゃって、それ使えなくなっちゃうんですよね。だからもうできるだけキッチンペーパーで取ります。これくらい綺麗になったら初めてタオルを使って拭き上げます。でこれはね、私のおすすめの台拭きなんですけど、100均なんですよ。で100均のこれ1枚で100円なんだけど、すごい厚手で丈夫でめちゃめちゃ重宝してます。とにかくね、使いやすいです。ほらこんな感じでピカピカです。はい、ということでね、皆さん今日はいかがだったでしょうか。もう大急ぎでね、ここも洗い物をしてもう行かなきゃいけないので今日はこんな感じでバタバタでお送りしましたけれども、もしね見てよかった、参考になったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、インスタグラムもやってますのでね、もしよかったらそちらの方も覗きに来てみてください。今日はね、肉まん結構時間かかったように思われるかもしれないですけど、意外とね洗い物はこれだけ、まな板はさっきね洗いましたけど、これくらいかなっていう感じでね、意外とこんなもんでねお手軽にできるんです、肉まんって。
もしよかったらね真似して作ってみてください。はい、じゃーん。すごい美味しそうでしょ。ほんとこれをお土産で持っていきます。喜んでもらえるかな。はい、ということでね、あれから後日なんですけれども、このね肉だね余ったので、これで今日は小籠包をしたいと思います。適当にね薄力粉で、適当に塩ちょぴっと、あと少々、はい、でここに適当にお湯を入れて、シャラシャラシャラ、お湯っていうかお湯じゃないけどぬるま湯を入れて、深いですかね。ちょっと緩いかな。ちょっと緩いので適当にまた小麦粉入れて、なんでミゴタにもちゃんとやってもらうからね。ここでやるときってある？あるある、ちゃんとある。じゃあその時までやって。うん。小籠包のね粉はね、薄力粉でも強力粉でもどっちでも大丈夫です。ある方を使ってもらって大丈夫です。出しすぎちゃった。はい、じゃあこんな感じですんごいいい生地ができました。めちゃめちゃいい感じでまとまっています。でこれをこのままね、こうしてラップをして、多少冷蔵庫で寝かせた方がいいと思いますが、今日はねちょっとこの後すぐ晩ご飯にしたいので、今日はこのまま使っちゃいます。冷蔵庫で寝かせた方が生地がねある程度しっかりしてすごくまとめやすいんですよ。丸く成形しやすいんですよ。ただちょっと今日は時間がないのでこのまま作り始めちゃいます。で4等分に切ってからそれぞれねこうして細かく切ると2、3、4、5みたいな感じで切るとすごく均等に切りやすいのでおすすめです。とりあえず丸く、ちゃんとニコタンの分もね残して。全部ねニコタンが全部することはできないよ。もう宿題もしなきゃいけないし。だから、ママがこれでやった後でニコタンの分もちゃんと残しとくからね。少なくない全部はニコタンだってできないからさ、しょうがないんだよ。宿題やんなさい。このね丸めたやつ打ちこうしてこっちに置いときます。でこの丸いやつしっかり打ち粉を広げておいて、ここで潰してこう十字にこうしてね伸ばしておいてから、これをこの端っこをねこういう風な感じで潰していきます。そうするとほら丸くなるでしょ。こんな感じです。はい、じゃあこんな感じでやったらですね、であんを結構しっかり入れてもらって、こんな感じで、そう前にね高橋と小籠包のお店に行った時にちょっと学んだのが、あんを結構広げて、ここから少しここの外側に少し
隙間を残しておいて、でそして端っこからちょい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 、こんな感じでちょい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 しながら、最後こう生地をスタート地点とつなげるみたいな、こんな感じ。どうでしょうか。ね、こうやってあんをのせてもう一回やりますよ。もう一回やりますよ。ちょい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 、おっとおっと、ちょっとごまかしながら、最後に丸くちゃんと丸く成形します。はい、じゃあこれでとりあえず蒸します。破れちゃった。おいよいよ。みこたんも手伝いしてます。お、上手上手上手。あー上手。できたできた。はい。あともう一個あれやって。頑張ってね。これを全部入れるんだよね。そうそうそう、全部全部。はい、頑張ってね。あ、ちょっとしかなかった。ごめんね。こうしてそう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 。ちょいちょいってちょいちょいちょい。そう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 。そのまま広げて、こっちに回していいんだよ。こっちにこっちに。こっちにこっちにそう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 。こっちにそうそうそう。こっちにそうそうそう。こっちにそうそうそう。こっちにそうそう。最後玉ねぎみたいにちょんってしていいから。ちょんこしてみた。いいねいいね。お、上手上手。お、上手上手。はい、じゃあこっちの方開けます。じゃじゃーん。あー、ちょっと蒸しすぎちゃったかな。破れちゃった。触れないよ。そうだね。はい、こんな感じで完成です。てってれてってれー。はい、ということでね、今回はこんな感じでね、豚まんの具をね、残ってた具を使って小籠包風に仕上げてみました。やっぱりですね、ちょっと豚まんの残りなのでちょっと肉汁少なめにはなってるんですけれども、本当に小籠包風で作るんだったらやっぱり寒天スープは必須かなと思いながら、ちょっとねさっきね味見してみました。でもね、包み方としては本当にあんな感じでね、簡単に、でも仕上がり本当にね、お店の小籠包みたいにできるので、ぜひよかったらね皆さん真似して作ってみてください。ということでね、今回は肉まんからの小籠包でした。美味しいね。よかったね。